はい、10時半になりましたよ。テレビアニメシャーロットともりなお役の桜井絵音です。いやー、ですね、夏も終わりですよ。8月も31日になりまして、夏の終わりはシャーロットラジオとともに、ということでですね、今日はスペシャルなゲストさんがいらっしゃっています。ちょっと緊張していますよ。でもきっと、なんか、ちょこっとお話しさせていただいたところ、とても、ファンキーな印象持ちましたので、ちょっとね、私自身も楽しみにしております。では、そろそろ始めていきましょう。シャーロットラジオ、ともりなおの生徒会活動日誌。この番組は、シャーロットプロジェクトの提供でお送りします。改めまして皆さんこんばんは、シャーロットともりなお役の桜井絵音です。早速ですけど今日のゲストさんご紹介してしまいましょう。この方です。皆さんこんばんは、マリナです。ヤッホーヤッホーヤッホー。意外といい感じの曲流れた。ヤッホーだ。かっこいい。ちょっとくつられて歌いそうになりました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すごくですね。はい。気さくな。気さくすぎる。いやいや、とんでもないです。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。はじめまして。お願いします。ともりなおやっております。いや、本物だと思って。本当ですか？はい。そうなんです。いや、そういう感覚に陥れますね。あ、本当ですか？はい。ちゃちゃっとやってるんですよ。たまにね。はい。はい。ということで、マリナさんは、はい。シャーロットの劇中バンドであるところのジエンドのボーカルである、サラシェーンの歌を担当されています。はい。歌担当です。そうなんです。はい。お芝居の方は、沢城みゆきさんが演じられていて、歌の担当がマリナさんということですね。ちょっと、分かれているわけなんですけれども、マリナさん実はエンジェルビーツの時から前田さんの作品にボーカリストとして参加されていますけど、今回はジエンド、ボーカルとして参加されて歌われてみて、いかがでしょうかというざっくりした質問ですけど。なんか前回はエンジェルビーズの時は学生だったんですね、岩沢さんっていう役が。なので、学生っぽく歌ってくれって言われて、結構学生っぽく歌ったんですけど、今回は年相応な感じで歌わせていただきましたね。岩沢さんも実は沢城みゆきさんがそうなんです。なんかその時も私の歌を聴いて、前田さんが声優さんをチョイスしてくれたみたいなので、割と似た声質を探していただいたみたいです。いや、本当にずっとその前回の話数のコメントでもそうだったんですけど、本当に歌からセリフに行くところ、セリフから歌に行くところっていうところの違和感が全然なくて、本当ですか？そう、びっくりっていうようなコメントがすごく多くて、私自身ももうすごいなと思いながら拝見させていただいてたんですけど。なんか自分じゃまだわからないんですけど、確かに言われます。あ、本当に、いや、特にやっぱ8話なんですけれども、ライブシーンがあったりとか。ね。そう。びっくりじゃないけど。そうなんですよ。すごいと思いました。アカペラシーンが。あっちは、アカペラ。あれが8話か。あれが8話で。そうです。そう、アカペラシーンで。あれ実は、アフレコスタジオで実際に。そうなんです、初めて。初めてですか？絵を見ながら。絵を一応見てたんですけど、あまり見すぎると、あんま感情が入らなくなるんで、ってなって、3回ぐらい歌いましたかね。の2回目。待って、3回だけなんですか？そうでした、そうでした。声優ですら何十テイクあ、そうなんですか？こともあるのに。そんぐらいだと思う。なんか、皆さんそんなペースでやられてんだと思って。いや、すごい多分集中力だったんでしょうね。いや、1回目は緊張しすぎて、2回目はきっとリラックスして、3回目はなんかアレンジしすぎたんでしょうね。乗っちゃったんですか？乗りすぎちゃったんでしょうかね。2回目で大丈夫ですって言われて。そうでした。いや、でも確かに、ちょっと聞いた時に、息遣いだったりとかが、レコーディングの、いわゆるなんていうんですか？合わせるやつっていうか、完成したものからボーカルだけを引っ張り出してきたものとはまたちょっと雰囲気が違うような。合わないってなって、で、やってみようかってなったんですけど、私も初めてだったので、ちょっと異常に緊張しちゃって。いや、本当に素敵な。いや、ありがとうございます。超心打たれました。それは良かったです。やっぱりちょっと、異次元の声の力というか、歌声の力みたいなのが、もうサラさんにぴったりで。本当ですか？そりゃお兄ちゃん、正気取り戻しちゃうわ、みたいな感じでしたけど、ちょっとごめんなさい。もしかしたらちょっとそれるかもしれないんですけど、大丈夫です。さっきお聞きしたところで、岩沢さんは学生っぽくっておっしゃってたと思うんですけど、
どういう意識の仕方で学生っぽくっていうのは表現されるんなですか？んか言葉は悪いっていうか、語弊があるかもしれないですけど、ちょっと下手。ああ、うん。青い。青いまだ。青いって言うんだ。青臭いうん。感じ。多分。多分、ざっくりした同意。多分。はい。おそらく。maybe。きっと。Yes。どんどんふわっとしてきてますね。信憑性が薄くなってますけど。言われました。なるほど。学生っぽく。なんか、結構、なんだろう、ピッチは気にしなくていいみたいな感じでしたね。当てに結構言ってたので、その時代は。もう初めてだったので、そういうのも。そうやって言われました。荒削りにというか。ってことでしょうね、多分。ってことなんですかね。技術的なところよりも、気持ちだったりとか。一生懸命な差が多分、いったんだと思います。先行して、みたいなところだったんですね。はい。あ、そうだ。そんなマリナさんが歌う、ジエンドの CD が。はい。なんと、9月9日に発売でございます。そうなんですよ。そして、なんとちょっとお先に私先ほどいただいちゃいました。はい。私も先ほどいただきました。なんですってっていうことは、出来たてほやほや。そうです。いいんですか？まだ開封もしてません。本当ですね。じゃあ私真っ先に開封しちゃおうかな。はい、お願いします。これね、実は、トリガーと、フォーリン、グッドの日本語バージョンが。グッド？グッド？レッツフィールグッド。レッツフィールグッド。だいぶ略しましたね。そう。レッツフィールグッドごめんなさい。が、日本語バージョンが収録されている。そうなんです。いっぱい。なんと、それ含めると、6曲もそうなんですよ。収録されちゃってるんですよ。結構豪華ですよね。これは、でも、シングル CD で。シングル CD で、6曲も収録されている、とても豪華な感じなんですけれども、ちょっと開けると、ジャケットの方は、モノクロ？そう、モノクロのちょっと千賀町のサラさんが、いらっしゃいます。描かれていますね。少し羽が舞っていたりとかして、ちょっと印象的なジャケットになっています。そして、中身、見たことない。一緒に見ましょう、じゃあ。見ましょう。すごーい。すごーい。こうもうすごい。なんか、すごーい。ちっちゃい。何が文字ちっちゃい。すごい。ページ数見やすい。振ってる。6まで振ってる。あと、銀の白押し。すごーい。お金かかってる。下手か。いや、でも本当に、なんかこう、シンプルなりに。シンプルですね。そう、すごくでもそれがジエンドっぽいですね。ナイス。日本語バージョンだとこうなるんですね。ね、そうなんですよ。そうですね。家帰って聞いてみてください。本当ですね。確かに。いや、いいですね、そのマリナさんのざっくり感。さあ、じゃあ、マリナさんから、ジエンドの曲紹介をお願いしたいと思うんですけれども。はい。よろしいでしょうか？はい。この愛すべきジャパンで初お披露目した曲です。聴いてください。トリガー。実は、ジエンドの、ライブシーン、アフレコの時に、アフレコの時に特別に使う映像として、実はマリナさんのライブシーンが使われていて、そこを見ながら私たち声を当てていたりとか、ガヤを取ったりとかしてたんですけど、そうなんです。あれって、こう、アフレコ用にというか。そうです、そうです。撮りました、ライブシーンを。やはり、そうなんだ。から、マリナさんのライブパフォーマンスを参考にして、映像が出来上がってるんですよね、つまり。なんか、もっと感慨深いですね。本当ですか？多分、曲紹介も。そう。初めてのセリフを言ったんですよ。これ、間違いなく、この愛すべき、でも、ちょっと外人風に言ったんですよね。この愛すべきジャパンで、初お披露目しました。トリガーっつって言ったんですけど、全然違いました。申し訳ないです。それ全部カットされてる。音声は残念ながら反映されてなくて。そうですよね。そうなんですよ。ルー語って、お前ら失礼だぞマリナさんやぞまあ確かに、そうだな。そうな、そこは素直に。受け止めます。素敵です。そんなところも超ロックです。はい、ということでお聞きいただいたのはジエンドでトリガーでした。はい。では、ここからはシャーロットの最新話について、ともり会長がカメラにまとめた記録がありますので、マリナさんと共に聞いていきましょう。まずはこれです。さて、今日も記録していきますよ。今日はジエンドのライブに行ってきました。音坂優と最寄り駅で待ち合わせて、ライブ会場へ。ライブグッズを買うために早めにやってきました。と言っても、T シャツやパーカーを買う気はないですよ。スマホの高機能ケースが欲しいだけです。バッテリー内蔵、高音質リニア PCM レコーダー付きなんです。
そして苦労して並んでケースゲット。裏ロゴのジエンドという造形美かっけー。そしてライブもかっけー。音坂優がライブ中に倒れてしまったので、ライブの途中で抜けてしまったのが残念でした。一つ目の記録聞いていただきました。アバンで、ともりとのデートのために、ゆうはね、服を選ぶんですよ。見ました。見ました？あんなこと学生いいですね。どこ目線なのかちょっと。親目線かな。親目線ですかね、わかりませんけれども。いや、なんかね、あれツイッターとかで見られるようになっている、なんかシャーロットの、こう、一コマはみ出し日記みたいなのあるじゃないですか。あれで書かれていた、ゆうもなかなかに可愛くて、あゆみどうしたらいいんだ僕はみたいな。頑張れっつって、あゆみっていうね、あれちょっとぜひ見てみてほしいんですけど、なんかそんな、ちょっと思春期っぽい。思春期。いいですよね。いい。青春ですね。そうで、鏡の前で、ね。もうしないですもん、こういうこと。本当ですか？これでいっかーってなりますもんね。そうなっていくのが、やっぱり、大人、まね、大人。そう、大人ですけど、こんな時代もありましたよね。ありました。ありましたよね、きっとね。そう。で、結局シンプルなデザインに、素敵。落ち着きつつ、はい。なんと、ともりの私服もお披露目されましたが。いいですね。ちょっとあざとくないですか？あざといです。ちょっと谷間も見えちゃってね。そうなんですよ。しかもそれをアップで抜くっていうね。エロい。カメラはね。変態かな？変態カメラですよね。いや、だって、そもそも、こう、ノースリーブって女の子は結構勇気いるじゃないですか。あ、腕腕勇気。細い。そう、細い子じゃないとやっぱね、なかなか勇気いりますし、しかも結構、ボリュームのあるミニスカート。気にしちゃいますよね。無理っすもん、心配。日光アレルギーで痒くなっちゃう私。アレルギーなんですね。もうね、もう先天的に向いてないんです。じゃあダメです。ダメですね、やっぱね。いやー、可愛かったですけれども。そしてポニテ姿ですよ。いや、いいですね。いいですよね。また、これに、これって。そう、いつも下ろしてる子が、たまにするポニテっていうのが、たまらないと男性陣がさっきのたまってましたよね。まんまとハマってますね。本当ですね。さあ、そして、スマホケースに興奮するともりを見て、なぜか照れるゆう。あれもね、思春期。完全にもう好きになってるやろ、お前っていう感じですけれどもね。だって、ちょっと可愛いんですよ。なんか、ツンデレな感じですよね。そうなんですよね。なんか、普段隙がないともりが見せるこういう無邪気な顔みたいなものはやっぱり、ちょっと癒されるものがあったりしますよね。あとね、しかも、気づきました？気づいた。気づいたよ。スレッショっつって、手、引っ張っ、触っ、ねどうしました？思春期ですか？だってそれ照れるんですよ、しかも。顔が赤い。あはみたいな。だって、手のひらを触って引っ張るって、相当、好き？好意がある？好意がある。でも逆に好意がないからこそありえる。こういうところですよね。多分、男女の溝ってこういうところにあると思うんですよ。溝って何？思いません？溝は何？なんかこう、どっちかは何事もなく、やっていることがどっちかは意識しちゃっていて、どっちだろうな。意識してなさそう。こいつ俺のこと好きかもって思わせておいて、何言ってんすかみたいな、なんかそういう溝？わかった。マリナさんね、何歩か下がって物事をいつも。溝だね。そうですね。それは溝だ。ありますよね、きっとね、そういうのね。はい、そして、お兄さんの件があったからなのか、ともりもユウに対して前以上にちょっと信頼している様子を見せたりとかして、そして、ジエンドのライブシーン、来ました。来ました。相当かっこよかったです。ね、なんかドキドキしましたね。そう、このパフォーマンスがね、マリナさんの、これだったかな？はい、これを活かして、ちょっと手とか伸ばしちゃったりとか。手伸ばしたかな？きっと伸ばしていたんですよ。伸ばしてるといいな。伸ばしているんですよ。あとなんか細かい動きとかも確かに、歌を歌う時の動きとしてすごくリアルな箇所があったりとか。そうですよね。そうなんです。感動しました。なんか不思議な感じ。そう。ちなみに、ともりが、ジエンドのことをポストロックっていう紹介の仕方してるんですけど、ポストロックって何なんでしょうね。難しいですよね、そこら辺は。でも、ポストロックですけど、一応。けど聞きやすい、本当に、ロックというか、ポップにも近いし、だから聞きやすいポストロックでいいんじゃないですかね。やんわりと。なるほど。あんまり気難しく考えずに。気難しさダメ。なるほど。ダメっすか？
ダメ、ダメっす。ロックには。はい、もう音楽はいい。音楽は音楽なんで。マリナさんにとってロックってなんすか？やっぱ、なんでしょうね。なんでしょうね。いいエコーかかってきました。やばいな。これやばいな。ロックとは、イエーイですかね。今皆さんにお見せしたかった、なんていうんですか、狐みたいなポーズしました。人差し指と小指が立ってました。ウェイみたいな。そうです。ウェイみたいな。あれさっきイエイっておっしゃってますね。なんでもいいんですね。なんでもいいんです。なんでもいいんですよね。ロック止めはロック。ポップ止めはポップ。お好きにどうぞ。ありがとうございます。はい、さあ、続いての記録を見ていきましょうよ。これですよ。はい。ライブ中に倒れた音坂優が目を覚ましました。どうやら悪い夢を見ていたようですが、そこに現れた熊神。乾いていればイケメンだったのが驚きでしたね。詳しくは音坂優の兄である俊介さんに会って話を聞くことになりましたが、まさか音坂優が弟だったとは。全然似てねえな。俊介さんのいる特殊能力の研究施設に移動してきましたが、施設の内部はすごかったっすね。撮影はさせてもらえませんでしたけどに。俊介さんの口から語られる長い長いタイムリープ話、興味津々です。はい、ということで、ともり会長の2つ目の記録でした。あれ？今日は記録が以上。ともりはだってここから見てないんですもんね。さあ、ゆうの見ていた夢、すごい世界でした。すごい、こんがらがった。うん。久々にあゆみがね登場し、いましたね。熊神をはじめとした兄、俊介の仲間たち。うん。その中には、あゆみちゃんが発動した崩壊の現場に来ていた謎の女性、クレジット的にはメドキですね。メドキさん。そう、オレンジの髪の女性が出てきたりとかしましたけれども、夢の中では能力者たちが施設で監視される生活を送っており、兄俊介はタイムリープの能力を持っているため、目隠しされた上に拘束、もう完全拘束されてましたね。さあ、あゆみちゃんの崩壊の能力が発現しまして、あゆみちゃんの処分が決まってしまうというところから、物語が急展開を迎えます。そこで、ちょっと前に出てきたね、包み撃ちという謎の老人の、いた。そうなんです。白髪の、合ってるか。白髪の長髪の男性、おじいちゃんも出てきましたけど、あの方の正体もちょっと気になるような感じもしますが、とりあえず妹を助けるには兄にタイムリープをしてもらわないといけない。ということで、ユウは真の能力、略奪、初めて出てきましたね、出てきましたね。ユウの能力は実は乗り移ることではなくて、相手の能力を略奪することだったわけなんですけど、いろんな能力者から能力を奪い兄を救い出すことになります。だからやっぱりね、そのために払う犠牲みたいなものもあったみたいで、はい。夢の中ではね。で、そこで目を覚ますわけですよ。そう。あれは一体何だったのか、本当に夢だったのか何なのか。さあ、そこで秘密基地みたいなところに入っていって、出会った兄、俊介から、事実がこの先語られることになるんでしょうけれども、お楽しみにというところで終わってしまいましたが、また先ほどのニコ生の9話上映会のラストには、第10話略奪の予告動画も流れました。こちら結構またね、気になる。意味深な感じでしたけれども。9話も1回じゃわかんなくて、家族で2回見ましたよ。本当ですか？ありがとうございます。どういうことって。2回見てわかりました？で、頭やっぱこんがらがりますね。そうですよね。次見ないとわからないかな、みたいな。そうなんですよ。やっぱり、今までわからなかったこととか、貼ってあった伏線がどんどん、ここから回収し始めているので、ちょっと気になることがまた増えたっていうところもあるんですけれども、あとちょっと面白かったのは、最後の最後、熊神がプーって呼ばれていること。熊だからはい。そういうことになりますね。つまりは、熊神のプーさんです。いいね。そうです。はい。なのでね、ちょっと気になるところではありますけれど。ということで、じゃあ、番組に届いたメッセージの方もご紹介していきたいと思いますよ。カムタンク3号車さん、ありがとうございます。帰れ。あやねるゲストさん、こんばんは。こんばんは。初投稿です。ありがとうございます。シャーロット9話見ました。超面白かったです。序盤の私服ともりの可愛さもさることながら、ジエンドのライブからの急展開は本当に興奮しました。熊神の素顔や、6話に出てきたポップな髪色の女の子、そしてユウのお兄さんなど、今までいろんなところに散りばめられていた伏線がここに来て一気に回収されたので、急展開だったけどしっくりくるような不思議な感覚に身震いしながら見ていました。いよいよ残り話数も少なくなってきましたが、最後までこの勢いで突っ張っていってほしいと思います。
お、ジエンドのスマホケースが欲しいです。グッズ化よろしくお願いしますっていう風にお願いします。来ています。お願いします。誰かお願いします。はい、あっちの、なんか、偉そうな人に。偉そうって言うと意味変わってくるけど。はい、ということで、もう一つ。感想です。ポポロンさん、ありがとうございます。あやねさん、まりなさん、こんばんは。こんばんは。今日は見ましたよ。序盤は服選びに迷ったり、なおの私服姿や手を握られた時にドキドキしているユウの初々しさ、ライブを心底楽しみにしているなおの様子が可愛らしい展開でしたが、ジエンドの曲をきっかけにまた大きく話が動いて、今後がますます気になりました。ジエンドの曲は短い時間ではありましたが、4曲流れましたね。どれもフルで聴くのが楽しみです。まりなさんの特にお気に入りの曲は何かありますか？また CD には英語版だけでなく日本語版も収録されているとのことですが、その辺も含めて今回の楽曲の収録エピソードなど何かあれば伺いたいです。それにしても、またあゆみちゃんの動いている姿が見られてよかったです。よかった。そうですね。あれにきっと、笑い涙した人がいるでしょうけれども、確かにちょっと、収録エピソードは気になるところです、とても。なんかそれぞれの曲、とても前田さんの書く曲って難しいじゃないですか。これ前田さん書いてないんですよ。これは違うんですね。はい。光修陽さんが書いてるので。そうだったんですね。前田さんは、日本語版の作詞をされてて、それをまた違う方が英訳してるので。じゃあいろんな方のそうです。手が加わって。いろんな方が努力してます。あらそうだったんですね。そうなんですよ。これやっぱり、結構ポストロックと一括りにしつつも結構いろんな。いや、バラエティに飛んでると思います。そうですよね。楽曲が揃っていますけど。マリナさん的におすすめとか。まだ出てないやつなんですよね。そうなんですか？出ているやつだと。出ているやつだと、どれかな？ぜひ。結構やっぱフォーリンは好きですね。いいですね。はい。日本語版もとても綺麗だと思います。で、やっぱ英語と日本語で変えてるというか、雰囲気は違うと思うので、そこら辺も多分楽しんでいただけるんじゃないかなと。いいですね。これ日本語版は多分、この CD でしか聞く機会なかなかないと思うので。あとアルバム。アルバムにも、そうですね、CD でしか多分聞く機会ないと思うので、ぜひ皆さんお手に取っていただければと思います。本日以上です。ありがとうございました。引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております。ではここで一曲、またジエンドの曲をおかけいたします。はい。まりなさん、曲紹介をお願いします。はい。聴いてください。ジエンドでバニッシングデイ。さあ、やっぱり、ジエンドといえば、英語の歌詞っていうのが、とても印象的だと思うんですけれど、マリナさんって英語の、楽曲の経験だったりとか。だから趣味でしか歌ったことがなくて、私もともと洋楽ばっか聴いてたので、こっちのには馴染みがすごいあるんですけど、実際やっぱやるとなったら、難しくて L と R とかが。そうですよね。だから本当練習。怒られるはしないけど、注意されて練習直すみたいな繰り返しでしたね。ってことはなんか、英語の歌というか、英語が堪能な方がちょっと疲れたりとかして。そうです。もう喋れる。この詩を書いてくれてる、英訳してる方が、絶対レコーディングに入っていただいて、もう、都度違ったら、そうだったんですね。いや、とはいえ、英語の文章だったりとか会話と、英語の歌ってなるとまた全然きっと違うじゃないですか。そうなんですよ。でもやっぱ英語の方が16秒、なんか、リズムが出るので、歌いやすかったっていうのはありますね。そうなんですね。日本語版と英語版は基本的には英語版の方を先に収録している。そうです。そうだったんですね。後半は同時でしたけど。そうなんだ。同時？そんなこともあるんですか？そうですよ。一日で日本語だと3曲ぐらい撮ったり、英語はきついので1曲でしたけど。すごいですね。別日とかに。しかもまだ実は収録の時は、タイトルが決まっていなかったりとか。そうなんです。ね、することもあって。もうね、未だにわからない。だからさっき噛んじゃいました。こんな曲名になったんだみたいな。言い慣れてない感が。そうみたいな。バニッシュメントで、へーみたいな。ちげー。バニッシングだしかも。ね、言い慣れてないでしょ？ダメですね、やっぱりね。そうなんですよ。これから慣れていきましょう。いや、そうですね。たくさん言っていきましょう。ということで、お聞きいただいたのはジエンドで、バニッシングデイでした。シャーロットラジオ、ともりなおの生徒会活動日誌。生徒会からのお知らせ。さ
さあ、ここからは、声優桜やね、頑張るよ。カムタンクはお帰りください。ということで、星の実学園生徒会からのお知らせです。まずは放送情報。シャーロットは東京 MX、BS11 他にて、毎週土曜24時から放送中。またニコニコ生放送などで配信もしております。詳しい放送日時配信情報はアニメ公式ホームページをご覧ください。続いて CD 販売情報です。シャーロットオープニング曲ブレイブリーユーとエンディング曲焼け落ちない翼が両方収録された CD が先週ついに発売されました。もう手に入れてくれましたか？ありがとうございます。また9月2日にはハウローハローのシングル楽園まで発熱デイズが、そして9月9日には今日おかけしたジエンドのトリガーも発売。この3枚の CD をすべて購入された方には11月8日首都圏某所で開催されるシャーロットミニライブに抽選でなんとご招待。ゲストは内田真彩さんとマリナさんです。イエイイエイイエイ。シングルを3枚買ってぜひ応募してくださいね。続いてアニメイト池袋本店にて行われる振り返り上映会のお知らせです。アニメイト池袋本店にてシャーロット振り返り上映会の開催が決定いたしました。第1回が9月5日土曜日、上映話数は1話から6話まで。第2回が10月4日日曜日、上映話数は7話から最終話まで。来場者特典としてブロマイドがランダムでもらえたり、当日アニメイト池袋本店でシャーロットブルーレイ&DVD 各巻をご予約ご購入いただいた方に、なんと先着でシャーロット告知ポスターのプレゼントも行います。詳しくは公式サイトをご確認ください。続きまして、電撃ジーズマガジンと電撃ジーズコミックからのお知らせです。先日シャーロットのテレビアニメ公式ストーリーコミック第1巻が発売されました。イエイイエイ。これパワポで出てますね今。これ表紙めちゃくちゃ可愛いです。そうなんです。なんか、なんだろう、ユウの黒幕感がすごいけど、主人公だから。皆さんよろしくお願いします。さらに、シャーロットの書き下ろし表紙が目印の電撃ジーズマガジン10月号、電撃ジーズコミック10月号も現在好評発売中です。電撃ジーズマガジンには、ともりなお、電撃ジーズコミックには西森ゆさの水着バージョンラバーストラップが付録についてきますよ。これ嬉しいですね。最後に、シャーロットのブルーレイ&DVD のお知らせです。第1巻が9月23日に発売。本日は対象の店舗で第1巻をお買い上げになった方への特典、PA ワークスさん書き下ろしの A3 クリアポスターのイラストを公開いたします。こちらです。やっはーエロいどこに売ってんだこれ。いや、すごい。これね、あれですよ。対象の店舗で第1巻をお買い上げいただいた方へ、法人共通購入特典。ちょっとよくわかんないけど、なんか詳しくはググれ。すごいんですよ。すごい。これだって、もうね、ともりのね、なんかこう、女の子らしさが最近爆発しすぎ。透けてるよ。なんかちょっと、いいの？ダメ。なんかね、ちょっと、親心かもしれないんですけど、ともりをそういう目で見てほしくないっていうのが、こう、心のどこかにありつつ、やっぱこういうの見ちゃうと、うひょーってなるんですよ。なるんだ。なるんです。あ、みんなね、ヘアゴムをね、こう口に加えるやつ好きなんでしょ？好きなやつだ。好きなんでしょこれ逆側、噛みたいんでしょみんな。やだ、変態じゃない。でもなんか思いません？ちょっと。いや、思わない。いいですね。マリナさんのそういう姿勢好きです。はい。ということで、対象店舗など詳しくは公式ホームページをご覧ください。2回以降も続々と発売していきますよ。以上、生徒会からのお知らせでした。では、ここでまた1曲。本日のラストナンバーです。今日はジエンド尽くし、曲紹介をお願いします。はい。では聴いてください。ジエンドでヘビーレイン。またちょっと落ち着いた感じの曲でしたけれども。好きっす。すごく、なんかいろんなバリエーション取り揃えてて、ジエンドは本当にいいですね。素敵な曲ばかりです。ということでお聴きいただいたのはジエンドでヘビーレインでした。お送りしてきましたシャーロットラジオともりなおの生徒会活動日誌。今夜の活動もおしまいのお時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。投稿フォームがありますのでぜひそちら使ってくださいね。またこの番組は毎週月曜の夜22時半からニコニコ生放送で配信していますが、翌日火曜には響きラジオステーションと音声でもアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてください。配信限定のおまけコーナーもありますよ。ということで今日が第9回の放送だったんですけれどもいかがでしたでしょうか？いや楽しかったです。ありがとう
とうございます。スペシャルな感じでした。本当ですか？私自身も実家から直行できたので。そうなんです。なんか先ほどまでご実家にいらっしゃったとかって。9時5分に着きました。そう。で、なんか9時30何分に羽田を出ましたみたいな。そう。結構早めに着きました。そう、連絡が来て、はい。嘘でしょって。本当です。だから、なまらないか今日心配でしたもん。どこ宮崎です。宮崎なまり。めっちゃなまってました、さっきまで。本当ですか？本当ですか？全然なまっていただいても大丈夫なんですけど。いや、ちょっとね、わからないと思いますよ。本当ですか？宮崎弁って、どんな感じなんですか？何しちょっととか。まだちょっとわかる。そんな感じ。なんかそんなサラさんちょっと聞いてみたいけど逆に。やばい。宮崎弁版トリガーとかやばいっすね。やばい。トリガー。聞いて、トリガー。やばい。宮崎をディスるわけではないんですけど、急にサラさんのオーラがちょっと減ったような感じがするのはなぜでしょう。さあ、ということで、エンディングまでお付き合いいただいていますけれども、最後に告知やメッセージなどありますでしょうか？はい。9月9の日に、もう噛んじゃった。カムタンク来ました。カムタン来ました。9月9日にですね、ジエンドのシングル CD が発売になります。トリガーですね。それにわたってですね、イベントなどで行われるので、ホームページやツイッターをチェックしてください。はい、チェックイットアウト。Yeah, check it out. ということで、いや、本当にね、今まで声優さんばっかりお呼びしてきたので、すごく新鮮な気持ちで楽しかった。よかったです。ぜひまた、お話を伺う機会がありましたらよろしくお願いいたします。はい、オープニング、エンディング、ジエンド、ハロハロの3枚購入特典のイベントもね、ありますので。あります。マリナさんご出演決まっております。決まってます。はい。多分すごく豪華なイベントになると思うので。はい。楽しみです。下まやちゃんもね、行くみたいなので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今夜はこの辺でお別れです。ここまでの相手は、シャーロット、ともりなお役の桜井彩音と、そしてゲストのマリナでした。おやすみなさーい。この番組は、シャーロットプロジェクトの提供でお送りしました。シャーロットラジオ、ともりなおの生徒会裏日誌。収録が終わってからの反省会であったり雑談の模様を皆さんにそのままお届けしてしまおうというアーカイブ配信限定の裏日誌的なコーナーです。ということで9回目の生放送無事終わりました。ゲストのマリナさんにも引き続きお付き合いいただいています。ジエンドの歌を担当しております。マリナです。よろしくお願いします。イェーイ生放送終わりまして、ウェーイこれがロックイェーイマリナさん、だいぶ、雑だってことが、ちょっとずつ分かってきて。そうですね、ある人には、はい。君のいいところは適当なところだって言われました。そうですね。はい。でもちゃんと音楽はね、真面目にやってます。そのゆるさと、メリハリがすごくいいんですよね。ある意味ギャップギャップ萌えですよ。よかった。GAP 機能搭載ですよ。そういう使い方すんの今。っていう使い方をね、これは教えてもらう。わお。そう、GAP 機能はね、女子は搭載しておいた方がいいのよっておっしゃっている女性生産がいるんです。そうなんですね。よかった、搭載してるかも。バッチリしております。さあ、ということで、ちょっとね、メール読みましょうね、せっかくなんで。ペンネームともりややねるさん。惜しいね。惜しいですね。あやねるゲストのマリナさん、こんばんはなのでござる。低い。シャーロット Q を見ました。ありがとうございます。私服のともり、めさめさ可愛かったのです。この人のテンションなんだ頑張ってる。女子高生の私も、頑張ってない。可愛さには見とれてしまいました。素ですよ。あゆみちゃんよりはちょっと上だけど。フレッシュかな？フレッシュですね。すごい、女子高生も聞いているこのラジオとこの番組。過去の話では前泊くん、七野くん、そしてゆうのお兄さん、イケメンがとても多くて幸せでした。熊上の顔も初公開で興奮冷めやらぬ30分でした。元気なあやちゃん、そして何より、もちょさんの声を再び聞くことができて、感謝感激、雨あられでござる。ところでお二人は、異性、同性と遊びに行くとき、服選びに悩んだことはありますか？特に異性と遊ぶときが気になります。よろしくお願いします。ない。今日のファッションポイントは何ですか？宮崎暑かったんですけど、東京寒いので、一応この、ちょっと中途半端な丈の。今日のマリナさんのちょっと変でしょ。超活かしますよね。いや、私そういう服大好きなんですよ。本当ですか？私も変な形が好きなので。変な形で変な服っていうより、今変なポーズです。なんだろう、荒ぶる鷹のポーズみたいな感じです。今。そう、選びます？
なんか、アフレコ現場って、うん。後ろ姿を見られることが多いんです。あー、なるほど。なんで、どっちかというと、バックスタイルだったりとか、考えたことなかった。あと、チャックの締め忘れある、よくある。あるんですよ。よくある。一回、チャック全開でアフレコ現場に行ったことがあって、その時冬だったんですけど、コートを脱いだ瞬間に、後ろからいろんな人がわーって押し寄せてきて、って言ったら、あやねちゃんみたいな、背中みたいな、開いてるよ下にみたいな。あもー。それ上下上です。上下ってなんですか？なんか、ファスナーがさ、スカート後ろのないファスナーで後ろだったら、ストンですよね。そっか。ごめん。その時はワンピースだったんですけど、そうなるほど。でもちなみに電車の中で、ストンもしたことあります、私。なんか、こう、ちょっと痩せる前の、サイズの合ってない服を、なんかパンツを履いた時に、電車の中で立ち上がった瞬間にストンってして、全部ほぼ全部。下に一応黒い短パン履いてたので大丈夫だったんですけども、そこからこう、もうずっとこう、前を押さえて前のめりな感じで、ずっと過ごしてました。ある私も、スカートを、パンツの中にインしてるみたいな。わかります？想像できる。後ろにペロンって。それ気づいてなくて駅まで歩いてたんですよ。そしたら、駅でおばちゃんにお尻触られたんですよ。で、何と思って見たら、おばちゃんが、スカートが、パンツに入ってるわよって言われて、おばちゃんありがとうみたいな。それあれですよね。幼稚園の時とかにみんながやる。多分ね、20歳超えてた。あ、本当ですか？なんかよくちびまる子ちゃんとかで見る気がする。いや、本当にあれはね、おばちゃんに感謝しましたね。マジっすか？それ危ないっすね。危ない。マリナさんパンツ出てる。出てた。パンツですか？わかんない。パンツパンツ下着ですか？下着。下着に？そう。今パンツって聞いてたから。あ、違う。スカートがパンツに。うわ、もっと非常事態じゃないですか。やばかった。やばいですね、それ。恥。でもたまに見かけますけどね。いや、見かけたら教えてあげて。本当ですか？一回街で、お尻からなんか、トイレットペーパーがはみ出てる人がいて。それ聞く。本当なんだ。そう教えてあげた？教えました、さすがに。偉い。てか、ちぎってあげました。知らない人他人？そう、尻尾みたいになってたんで、マジかと思って。どうやったらなるんだろうね。わかんないです。すごい。便座に引いてたのかな、トイレットペーパー。でもその可能性ありますよね。私引くもん、やっぱちょっと潔癖なの。わかります。私も潔癖なんでわかります。引いちゃうもんね。そう。私とりあえず、引くよりは、立ち上がった時お尻拭きます。わかる。とりあえず。そう、嫌だよね。そういう時ですかね、多分。そうかも。終わっちゃったこの音楽流れ始めたんで終わっちゃいますね。なんか、トイレの話終わっちゃった。そうですね。なんかいいこと言って締めます？何？ロックっていうのは、やっぱ、イェーイマジかHappen tomorrow Yeah Oh my god OMG ですよ。OMG ですよ。なんかいい曲を汚すようであれですけど、そろそろ裏西も終了なんです。ということで、今度こそお別れになります。お相手はテレビアニメ、トイレットじゃなくてシャーロットの、青森直役の桜井レッド、そしてゲストのマリアでした。バイバーイ